こんばんは、鉄言です。いつもご視聴いただきありがとうございます。前回の動画でジャンボフェリー立林2で神戸から高松へやってきました。で、高松東港から高松駅に来る途中に気になるものを見てしまいました。送迎バスの中から外を眺めていると、クルーズ船が止まっていました。高松港にクルーズ船なんて止まるんだと思って、ちょっと後で見に行ってみようかなと思って調べてみたら、1月の15日、高松港クルーズ船入港一覧でサンポートっていうところなんですが、これですかね。アスカ3、アスカ3か。アスカ 3? って感じで思わず二度見してしまいました。まさかのアスカ3ですよ。いや、横浜でね、もう見れなかったんですよね。タイミング合わないのと、地震の影響もあってね、見れなかったんですが、まさか高松でアスカ3に会えるなんて思いませんでした。この時お腹めっちゃ空いてたんですが、テンション上がりまくりですよ。いや、本当にびっくりしました。アスカ3は昨年7月にデビューした、国内最高峰と言っていいのかな、クルーズ船です。で、僕が乗ろうと思ったら、飲まず食わず旅行かずで1年間過ごして、やっと一番安いプランで乗れるかなって感じですかね。いや、船体も綺麗ですね。デビューして半年経ってないんですよね。だからもうピカピカこんな綺麗な船見たことありません。いや、ほんとすごいですよ、これ。確かアスカ3って全室バルコニー付きの部屋オンリーだったような気がします。いや、すごいですね。めっちゃ嬉しいです、ほんまに。あわよくばこのまま乗り込めませんよね。ね。なので、本編に戻りたいと思います。今回はですね、船でもなくて、ホテルでもなく、念願のあの列車に乗車します。その列車はこちら。新ライ特急サンライズ瀬戸号です。詳細はこのようになっております。JR 西日本ネット E5489 で予約しました。列車はサンライズ瀬戸号。出雲ではありません。瀬戸号です。高松発の東京着。21時26分発の翌朝7時8分に到着となります。部屋は B 寝台の禁煙個室シングルです。もうデラックスシングルはもう無理です。もう予約取れる気がしませんでした。で、料金はですね、特急券が1800円。乗車券。こちらは、高松から東京への切符ですね。11,650円。支払い合計は22,450円と、お高いですけども、これはもう妥当な金額だと思います。高松を出発した瀬戸号は瀬戸大橋を渡り、島根県の出雲から出たサンライズ出雲と、岡山で連結します。で、岡山から東京へ向かうんですが、途中ね、いくつか停車駅ありますけども、浜松だけ、停車しません。で、逆に東京発のサンライズ号は浜松は停車するんですが、大阪と三宮が停車しません。デラックスシングルは取れませんでしたが、念願のサンライズに乗れるので楽しんでいきたいと思います。で、まだ2時間半ぐらいね、時間があるので、ちょっとうどんでも食べていきます。それでは皆さんもご一緒に旅している気分で最後までお付き合いください。それではどうぞ。オリーブ豚のごまつゆうどん。温かいのです。本当はぶっかけでもぶっかけはぶっかけか。で、冷たいのでもよかったんですが、美味しそうだったんで。それでは、いただきます。これがね、美味しいです。さすが讃岐の本場ですね。
コシがあるんですが、もうツルツルでもちもち。で、ごまだれがね、やっぱり豚肉との相性がいいですよね。ただね、刻んだ大葉が入っててね、それがちょっとやっぱり苦手なんでね。はい、でも美味しかったです。それでは一旦高松駅に戻りたいと思います。高松駅の顔の部分って夜になるとちょっとわかりづらいですね。昼間だとはっきりとわかるんですけども、まずは駅弁を買っておきましょう。サンライズでは車内販売がないので、食べ物は先に買っておくと良いでしょう。ドリンクは自動販売機があるので、まあなんとかなります。で、見たら売り切ればっかりでした。この時間でもう売り切れなんです。で、タコ飯と、瀬戸内日和ってこの2つしかなかったんで、タコ飯にしておきました。で、まだ出発まで2時間ほどあるので、どこかで時間を潰したいなと。まあ、スタバがあるので、ここで時間潰そうかなと思いますが、他にもね、いろいろ店があるので、ちょっとね、歩きながら。で、スタバの方はね、こっちに、外にもね、席があるので。で、キングバーガーとかね、あったんですが、よく考えたらね、僕はあんまり発見ってね、えー経験が少ないので、先にやっておきます。で、もしね、時間ギリギリで、うまくね、発見できないってことはあって乗り遅れることもあるので、先にやっておくことをお勧めします。で、僕の場合は、なんか、クレジットカード挿入したら、なんか認証されて、発見されました。で、ご自身で発見が難しいなと思ったら、窓口でやってもらった方がいいと思います。で、お弁当を買ったんですが、よく考えたらおやつも買っておきましょう。で、やっぱり駅なので、お土産屋さんがいっぱいあるので、高松のお土産の何か買っていこうかなと思います。まあ、大体、四国はね、四国で一括りでなんか売られてることが多いんですよ。愛媛のタルトとか、徳島のナルト金時とか、瀬戸内のね、商品が多いような気がします。で、また和三盆出てきましたね。結局和三盆って何なんでしょう。こういう食べ物かなと思ったんですが、メーカーではないですよね。で、何なんでしょう。立林2乗った時もバームクーヘンでありましたね。結局何なんでしょうね。で、わかんないけども、買ってみることにしました。で、店員さんに和三盆って何って聞いたら、お砂糖だそうです。これが香川県や徳島で伝統的に生産されている、和三盆糖とも言われる砂糖だそうです。いや、知りませんでしたね。でも、バームクーヘン、あんま甘くなかったんですが、まあ、ちょっとこれ買ってみましょうか。買い物が終わったので、あとは米田でゆっくりしたいと思います。ただいまの時刻20時50分。あと30分ちょっとでサンライズ後発車となります。もうホームにね、サンライズ号来てるようなので、早速行ってみたいと思います。サンライズ号は9番ホームにいてるようですね。一番右奥のホームかな。あ、来てました、サンライズ号。サンライズ瀬戸です。念願のサンライズ号です。わー、やっと会いました。21時26分東京行き。小学生のお子さんらしきを連れたお母さんがいますね。きっとお子さんの方がサンライズ乗りたいってね、言って連れてきてあげたんでしょうか。楽しそうですね。
で、部屋を確認します。9号車の3番。サンライズエキスプレス。で、運転席は上の方にありますね。で、下はね、連結の時はそこが開くんですよ。これ2階建てなんですよね。で、手前が8号車で、9号車、10号車といって、14号車まであります。いやー、もうドキドキしてますよ。で、9号車です。で、一旦9号車入らずに、シャワーカードを買いに行きましょうか。サンライズ号にはシャワー室があって、利用するにはシャワーカードを購入しなければなりません。で、限定20枚だったかな。で、売られてるので、先に買いに行きます。で、シャワーカードがあるのは10号車。ここにシャワールームがあって、シャワーカードの販売機があります。販売機は多分前の方に売ってるんですかね。で、一旦こっち11号車から入りましょうか。はい、11号車から入って、10号車に移ります。で、結構人が並んでますね。これ皆さんね、シャワーカードをね、購入する方ですね。こちらがシャワーカードの販売機。1枚330円で購入できます。事前にね、コインは用意しておいた方がいいと思います。そしてこちらの10号室はね、ラウンジがあるんですよ。で、こちらで食事なんかもできるんですが、個室がある場合はそちらで食べてもいいと思います。で、自販機がありますね、こちら。で、シャワールームがここにあります。こちらが購入したシャワーカードです。で、10号車のシャワールームを利用できます。再び9号車です。で、中に入ると、2階建てで、3号室は下の階ですね。ちょっとそれが失敗しましたね。上の階の方が良かったかなと思います。で、一応一番手前の部屋、こちらですね、3号室。はい。中は狭いっちゃ狭いですね。でも個室なんでゆっくりできるかなと思います。ハンガーが1本あります。そして、車内の案内ですね。こちらちょっとゆっくり見ましょうか、後で。で、こちらが照明のスイッチとエアコンのスイッチ。そしてアラームと緊急用のボタンもありますね。で、こっちがちょっとした棚がありまして、紙コップがありますね。で、これは非常用のボタンと、あと鏡がね、ついてます。で、コンセント1箇所とゴミ袋があって、こちらベッドですね。毛布と枕と、館内着ですかね。あります。で、スリッパがあって、ここがね、エアコンが出てて、こちらが暖房が結構あったかいです。それで荷物を置くスペースなんですが、思ってたより狭いですね。多分ここの部屋だけちょっと狭めなのかなと思います。枕は結構厚みがありますね。で、これ館内着なんですが、結構ね、使い込んでますね。で、毛布がありますね。あと窓がですね、開けると結構低い位置ですね。ホームのほんと足元が、窓っていう感じです。いや、上の階が良かったですね。はい。失礼いたします。切符を配達いたします。はい。乗車券もよろしいですかね。はい。失礼いたします。は
はい、はい、どうもありがとうございます。失礼いたします。まもなく出発します。一瞬止まりましたが、出発です。うわー、なんかスレスレを走るってこういう、うわー、すごいな。なかなかこういうアングルで見ることはないんでね。いやー、下でよかったのかな。いや、すごいな。なんか F1 のカメラでこういうのはありませんでしたっけ？下の方、いや、ないかな。オンボードカメラでも結構ね、低いんで、車体がね。うわ、すごいな。それでは10時間の列車の旅、楽しんでいきます。それでは混んでくる前に先にシャワールームに行きたいと思います。シャワールームは10号車。10号車はソロの部屋があるところですかね。ソロはシングルよりも若干狭い部屋です。あと、デラックスシングルのある11号車にもシャワールームがあるんですが、こちらはデラックスシングル専用の、シャワールームです。はい、シャワールームの中に入りました。結構揺れてるんで、もうちょっと撮影がもう怖いんですよ。もう何かに捕まってないともう耐えられないんで。で、こちらシャワーの中ですね。シャワーヘッドがあって、こちらリンスインシャンプーとボディーソープがあります。で、シャワーの使い方は、シャワーカードを挿入すると6分間シャワーが使用できます。で、スタートボタンを押して、シャワーが出ます。それで途中でストップをするとシャワーが止まります。なので、体を洗うときにシャワーを止めてるとカウントされません。6分って結構短いんかなと思ったけども、全然余裕で使えましたね。6分で足りるって感じです。で、挿入するとこうやって6分って表示されます。あとタオルとかないので持参してください。使用後は次の人のために洗浄ボタンを押して、中をきれいにしましょう。あとドライヤーもついています。ただいま瀬戸大橋を通過中。全く何にも見えません。少しぐらいなんか見えるかなと思ったんですが、残念です。小島を出まして、次はいよいよ岡山です。岡山では出雲号と連結作業があります。楽しみですね。岡山駅に到着しました。さあ、連結作業に一旦下車します。やっぱり連結作業を見に来る人は多いですね。もうすでに一番いいところは取られています。ちょっと離れましたが、まあまあいいところじゃないでしょうか。そうこうしていたら出雲号が入っていきました。危ないですから黄色い点字ブロックまでお下がりください。
4番乗り場に列車が参ります。ご注意ください。列車が参ります。ご注意ください。やってきました、出雲号。全く同じ車体です。当たり前ですけど、同じ車体です。おお、なんかかっこいい。かっこいいな、なんかゾクゾクしてきました。停車中の列車は22時34分特急サンライズ出雲号東京行きです。車内販売がありませんので、あらかじめご了承ください。ご乗車には乗車券の他に特急券と寝台券が必要です。なお、寝台特急サンライズ瀬戸出雲号は連結作業終了後すぐに発車します。電車は大駅止まりです。お乗りにならないようにお願いします。The train will be arriving at track 3, this station. 連結完了しました。出雲号の東京行きです。本日到着が遅れております特急スーパー稲葉号から乗り換えのお客様がいらっしゃるため、お乗り換え待ちをいたしますので、ご利用のお客様は恐れ入りますが、ご乗車になりましてお待ちください。発車時刻決まり次第ご案内させていただきます。ってことで発車しました。結局5分遅れの22時39分の発車となりました。寝台特急サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は寝台特急サンライズ瀬戸号サンライズ出雲号東京行きです。止まります駅は姫路、三宮、大阪、静岡、富士、沼津、熱海、横浜、終点東京です。列車は前から14号車、13号車の順に一番後ろが1号車です。車内は一部の個室内を除き禁煙です。個室を離れる場合は盗難防止のためルームキーをご利用ください。ルームキーは暗証番号式となっております。この列車では車内販売の営業はいたしておりません。ご了承ください。駅およびさあ、駅弁いただきましょう。タコ飯味わい弁当です。うどん食べたんで食べれんかなと思ったけど、全然お腹空いてきましたね。いや、美味しそうですね。やっぱりタコはね、炊き込んだら美味しいんですよね、これ。それでね、この人参の下にがんもどきがあるよって言ってます。ではでは、いただきます。結構大きめのタコが入ってますね。やっぱりタコ飯はうまいです。何度か言ってるんですけども、タコはね、本当にいい出汁が出るんですよ。だからね、この炊き込みご飯とか絶対美味しいんですよね。また嬉しいことにタコの唐揚げが入ってるんですよ。間違いなく美味しいです。もうタコの唐揚げこそ本当に美味しいですよ。
さっきも言いましたけども、タコから出るお出汁が本当に美味しくてね、衣まで美味しくなるんですよ。そしてタコの硬さもちょうど良くなってね、本当に美味しいです。隠れてたがんもどきも食べましょうか。これは普通に美味しいって感じですね。いやー、美味しかったです。ごちそうさまでした。続けておやつ、和三本エビチーズサンドです。モッツァレラチーズにピスタチオとキャラメルをたっぷり練り込み、香川県産のまろやかで雪のような溶け口の和三本を贅沢にブレンド。ピスタチオの濃厚な旨味が和三本の上品な甘さでコーティングされて、ピスタチオのコクと和三本のまろやかな甘さを絶妙なバランスでお楽しみいただけます。よし、言えた。で、こちらが和三本エビチーズサンドですが、なんかせんべいなんですかね。で、色が全然違いますね。で、これがですね、結構美味しいんですよ。美味しいんですけども、どう言いたいかな。チーズとエビがすごい強いんですよ。で、ほのかになんかピスタチオのコクあるんかなって感じたんですが、よくわかんないです。で、甘さは全然ないです。で、キャラメル感もあんまないんですよね。とにかくエビとチーズが結構強くて、美味しいのは美味しいけど、和三本の甘さがちょっとわかんないです。もうこれでね、食べ納めで歯を磨きましょう。で、洗面台があるので、こちらで歯を磨きます。部屋に戻ってきてゆっくりしてたら、なんかしんどくなってきたんですよね。で、なんやろうなと思ったら、これ乗り物酔いですね、完全に。結構揺れてるんでね。で、僕は旅行行くときはもう必ず乗り物酔い持ってるんですよ。船に乗ることが多いんで、で、一回もえらい目あったんで、情けない話ですが、しばらくゆっくりしておきます。で、大阪駅まではちょっと起きときたいんで、はい。部屋は暗くして横になって休んでおきます。乗り物酔いでぐったりしてるので、サンライズ号の車両のね、説明していこうかなと思います。本当ならご飯食べた後ね、車両の端から端まで行こうと思ってたんですけども、もうちょっと無理です。で、この今流れてる動画は乗車直後の動画です。車両は全部で14号車あります。で、出雲号が1号車から7号車、そして僕が乗ってる瀬戸号が8号車から14号車。で、岡山で7号車と8号車が連結しています。それで現在、東京行きの上りなので、14号車が先頭車両です。そして東京発の下りの場合は、1号車が先頭車両となります。車両の方は出雲号、瀬戸号、全く同じ車両で、この図の上下が同じ車両となります。それで1号車、8号車、2号車、9号車、6号車、13号車、7号車、14号車はシングルとシングルツインの部屋となっております。車両は2階建てでほぼほぼシングルの部屋です。シングルツインはシングルの部屋が、2段ベッドみたいな形で、あります。で、横に階段で、登れるようになっております。そして3号車、10号車がシングルより少し狭いソロの部屋です。こちらの車両は2階建てではなくて、部屋が下と上に分かれてるって感じですね。シングルツインの、下の部屋と上の部屋の入り口が別々という感じかな。そういうイメージだと思います。さらに3号車、10号車にはシャワールームとラウンジがあります。ラウンジは窓に向かってカウンター席が両側にあります。ここで食事したり、お友達とおしゃべりしたり、またシャワールームの順番待ちをしたりできます。そして4号車、11号車はシングルデラックスとサンライズツインがあります。
シングルデラックスはシングルのだいたい倍ぐらいの広さだと思います。椅子やテーブルがあったり、あとアメニティもあります。それとシャワーカードも、無料でついてくるので、4号車、11号車にシャワールームがあるので、そちらが、シングルデラックスの専用のシャワールームとなります。サンライズツインの方は、シングルデラックスと同じぐらいの部屋なのかな。で、2ベッドがあるという感じですね。そして5号車、12号車にはシングルとのびのび座席があります。のびのび座席は2段ベッドのいわゆる雑魚寝の、部屋です。一応カーテンで仕切りはできますが、あんまりプライベートはないかなという感じです。こちらは運賃と特急料金のみで、寝台料金がかかりません。なので、ソロよりもだいたい6000円から7000円ほどお安く利用できます。そうこうしているうちに姫路に着きました。この時間なんてもう姫路城見える気配全くありませんね。一気に都会にやってきました。まもなく三宮です。大阪駅にやってきました。結構人がいるんですね。いや、めっちゃいるじゃないですか。で、12時半回ってるんですよ。いや、こんなに大阪駅から乗車する人多いとは思いませんでした。びっくりしましたね。酔い止めが効いて気分は良くなったんですが、そろそろ寝ようかと思います。それではおやすみなさい。おはようございます。ただいまの時刻5時45分。辺りはまだ真っ暗です。で、今ですね、熱海に到着しました。東京まであと1時間20分、30分ほどで着くんですね。ちゅうか、東京から熱海まで1時間半ぐらいで行けるんですか？そんなもんで行けるんですね。そして列車は小田原に到着しました。小田原も一度行ってみたいんですよね。機会があれば行ってみます。そして徐々に明るくなってきましたね。やっと景色が見れるようになります。皆様おはようございます。本日は2026年現在のところサンライズ号は定刻通り運転をしております。横浜の到着予定時刻は6時44分、終点東京の到着予定時刻は7時8分です。ご乗車ありがとうございました。まもなく横浜です。京浜東北線湘南新宿ラインサンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。横浜の次は終点東京です。はい、横浜に到着しました。めっちゃ人いますね。いや、6時半だったらこんなもんか、通勤でね。まあ、なんか嫌ですね。現実に引き戻されたようで、悲しいです。お待たせいたしました。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号東京行きです。次は終点東京です。
This is the Sunrise Seto and Sunrise Isumo. ご案内いたします。サンライズ号はただいま東海道線川崎駅を時刻通り通過しております。あと15分ほどで終点東京に到着予定です。まもなく品川駅を通過しようとしています。はい、品川駅を通過しております。やっぱ人多いですね。続いて高輪ゲートウェイを通過しております。前来た時は建物がね、建築途中だったので、もうオープンしてるんでしょうね。そして間もなく東京に到着します。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京です。お降りの際は車内にお忘れ物のないようお手回り品にご注意ください。サンライズ瀬戸号およびサンライズ出雲号をご利用くださいましてありがとうございました。現在も山手線と京浜東北線は停電のため運転を見合わせております。そうそう、この日ね、山手線と京浜東北線が停電でね、大混乱してたんですよね。本日は寝台特急サンライズ号ご利用くださいましてありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。到着後は車庫に入る回送列車となります。車内点検のため個室の鍵は自動で開く状態にしますのでご了承ください。降り口は左側です。終点東京駅に到着しました。10時間の長旅でしたが、無事東京までやってくることができました。ありがとうございました。それでは下車します。8番線の電車は回送電車です。ご乗車できませんのでご注意ください。そういえばお腹空きましたね。普通はパンとか買ってきといて、車内で朝食済ますんですが、僕は降りてから、東京駅のどこかでご飯を食べたいなと思います。一旦東京駅の外にやってきました。東京駅舎も朝は涼しげな顔してますね。やっぱりグラスタ東京とかあるので、朝ごはん美味しいところあるんじゃないかと期待してきたんですが、全然店開いてませんね。居酒屋とかお寿司屋さんがやってるような、朝定食とかね、期待してきたんですが、もう全然開いてないです。空いてるのはね、スタバのようなカフェとかね、立ち食いそばとかしかないんですよ。唯一空いてたのが洋食のクレアンテさん。
朝カレーかトーストのモーニングセットを食べられるんですが、結局トーストのセットにしました。いや、そこは朝カレーやんとか、スタバでよかったやんって突っ込まれそうなんですが、いただきます。焼きたてのトーストはやっぱり美味しいですね。もうちょっと焦げ目あってもいいかなって感じなんですが、こう歩いて見てたらね、やっぱり7時台はお店開いてませんね。で、8時ぐらいになるとショップとかが開店しだします。で、やっぱり飲食店は、お昼は確実に開いてるんですが、お昼じゃね、やっぱり朝食食べたかったんで、ごちそうさまでした。で、食器はカウンターの上に上げておきます。さて、サンライズに戻ってきました。とは言ってもね、モーニング食べる前の映像です。で、今回ね、乗り物酔いするというハプニングが起こりました。いや、これ他の人どうだったんですかね。でもこれ結構気をつけておいた方がいいと思います。あと、シングルデラックスね、取れませんね。ワンチャンツアーで申し込んだ方がいけるんじゃないかなと思います。とにかくね、念願のサンライズ乗れたんでね、良かったなと思います。で、引退された後、新しい車両が出てきたら、また乗りたいなと思います。それではサンライズ号を見送って、そのまま終わりたいなと思います。7番線から特急時計は51号高萩行き発車いたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、そしてコメントもよろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。